今回はテンプレートを使って質の高いランディングページを作る方法についての動画になります。ランディングページ(LP) はネットでビジネスする上で必ずと言っていいほど必要なものですよね。そんな LP がコンバージョン制約率が高く、簡単に誰にでも作れたらめっちゃ最高ってなりませんか？それを実現するために必要なものはテンプレートです。今回は私たちが実際に使っているテンプレートを無料でプレゼントして、その使い方を解説していくので、質の高い LP を一緒に作っていきましょう。逆にこのテンプレートがなければ、一から売れるために必要な要素を抽出して作らないといけないため、どうしてもとんでもない時間と労力をかけないといけないです。超大変な思いをしてしまうでしょうね。ここであなたに質問をしたいのですが、質の高い LP って何だと思いますか？デザインがいい LP、 それともコピー文章がいい LP。 質の高い LP とはコンバージョン率が高い LP です。つまり制約率が高い LP です。ではコンバージョンを高くするためにはどうしたらいいと思いますか？それは短い時間で LP を作り、データを分析する、この2つを徹底的にやることです。そこで役に立つのがテンプレートってわけですね。実際に今回プレゼントする LP のテンプレートを使った人も、メルマガ登録率が 4.2 倍になった、50リストで24万円を売り上げれるようになったなど、結果を残しています。逆にこのテンプレートを最初に使わなかった人はめちゃめちゃ忙しくしていましたが、結果はほぼ出ませんでした。ぶっちゃけいらない苦労をしてしまって自信喪失してましたね。それは本当にもったいない。なのでここで言えるのは、ビジネスにおいてスピードはとても重要ということ。そして特に LP を素早く作成するということは売るためには大切。例えば1ヶ月かけて LP を作った場合と1週間で LP を作った場合、1週間で作った LP の方が3週間分の顧客データが取れるので、その期間に AB テストを繰り返し、よりお客さんのデータに合わせた LP を作ることができるんですよね。なのでまず 50% の力でいいので、テンプレートを使ってサクサクと LP を作ってデータを取り修正していけば、制約率を4倍以上にすることも容易なんですよね。あと気持ち的に楽なので、まず概要欄にある LP のテンプレートをダウンロードして一緒に質の高い LP を作っていきましょう。また前回の動画で話した売れる LP の構成要素8選なども見ておくと、より質の高い LP に必要なものは何なのかの理解が深まりますので、ぜひ見てくださいね。一度見た人もググッと理解度が上がるので、何度も見直すことをお勧めします。あと今回紹介する方法以外にも、このチャンネルではネットに関するあらゆる情報を発信しています。検索上位させるための SEO 対策、SNS、動画マーケティング、海外のウェブマーケティング方法など、ありとあらゆる情報を網羅しているので、見逃したくない人は今のうちにチャンネル登録してもらえばと思います。今回無料プレゼントしているテンプレートは3種類。リスト登録用の集客率を 4.2 倍にしたオプトインテンプレート、販売ページ用の制約率 16% の高コンバージョンセールスレターテンプレート、無料お試しで使える有料顧客を作ることができるページテンプレート、この3つです。それではそれぞれの使い方やポイントを解説していきます。集客率を 4.2 倍にしたオプトインテンプレート、メールアドレスなどのリストを獲得するためのページ。つまりオプトインページは電子書籍、レポート、ニュースレター、ウェビナーなどの無料プレゼントと引き換えにメール登録をしてもらうためのページです。構成としてはこんな感じです。これをパッと見でわかるかと思いますが、オプトインページでは2箇所以上に CTA 登録フォーム、
が用意されているのがポイントです。構成している内容は基本的にヘッドライン、モックアップ画像、ストーリー、ベネフィット、社会的証明、CTA があれば十分です。ではそれぞれ解説していきます。ヘッドライン、リードマグネットタイトルor利点。ヘッドラインでは最も簡単な方法はリードマグネットそのものをタイトルにするというのが間違いないでしょう。リードマグネットとはユーザーがあなたのサイトやサービスに興味を持ってもらうために提供する無料の資料や情報のことですね。例えばこの動画などで言えば圧倒的に売れる LP テンプレート無料プレゼントみたいな感じです。タイトルだけで利点が伝わらない場合は何が得られるかを明確に伝えましょう。 CTA、 ファーストビューですぐに登録できるように。 CTA とは行動喚起のこと。 YouTube で言ったらチャンネル登録お願いしますみたいな感じですね。 LP だったら登録フォームや購入ボタンのことです。この CTA はユーザーが一番最初に見るファーストビューで見れる範囲に入れるといいでしょう。基本は先ほどのヘッドコピーの下にフォームを用意するのがいいでしょう。そしてオプトインの場合は LP の下にも入れて最低2つ用意しましょう。モックアップ画像、イメージ画像を入れる。モックアップ画像とはこのような画像のこと。このように電子書籍の表紙を入れるのが基本。テンプレートやチェックリストならばそのままキャプチャーしてもいけるでしょう。プレゼン資料や画像を作れるサイトキャンバーを活用して綺麗に見せるのがおすすめです。ベネフィット、何が得られるかを魅力的に。電子書籍を手に入れること、登録することで何が得られるかを明確に伝えましょう。これが魅力的であればあるほどいいでしょう。社会的証明、ロゴで十分。ボリュームの多いプレゼントの場合はお客様の声を入れるのもいいですが、基本的にロゴや実績などで社会的証明をするだけでも十分です。オプトインページを最大に活用するポイント、それはリードマグネットの場合は短く、そして何度もテストすることです。ニッチな見込み客を集めたい場合はあまり長く LP を作るのではなく短くする方が登録率が上がります。そしてリードマグネット、タイトルだけでどれだけ引きつけられるかがオプトインページの最大のポイントです。そして判断するために必要なのが顧客のデータです。短く作る、データが出る、少し改善、データが出る、再度改善のループで作っていきましょう。それができればコンバージョン率 68% の登録率も夢ではありません。制約率 16% の高コンバージョンセールスレターテンプレート。当然ですが、オプトインページのようなメールアドレスを登録してもらうよりも商品販売するランディングページ自体は長くなります。セールスレターテンプレートを構成している内容は基本的にヘッドライン、モックアップ画像、ストーリー、ベネフィット、社会的証明、CTA、保証です。それでは解説していきます。ヘッドライン、得られる結果。販売ページにおけるヘッドラインの目的はオプトインとは違い、得られる結果はどんなものかを伝えることで注意を引くことです。例えば有名なセールスコピー手法のピアノコピーを使った興味を引くヘッドラインの場合、このようなコピーです。私がピアノに座ると彼らは笑った。でも私が演奏し始めると。このコピーを聞くと、どうなったのって気になりますよね。そしてこのピアノコピーはその後音楽のメール講座を販売しています。ここの興味を引くコピーが強いほど高額になります。もしあなたの商品から得られる未来に興味があるのならば、このような見出しを見れば得られるメリットを予知し、続きが気になりページにとどまり、もっと知りたくなるでしょう。サブヘッド、得られる利益。販売ページの最初の数行に
体的にどんなメリットが得られるかを伝えることによって先を読み進める動機を与えてください。販売ページの目的はあくまで売ることです。そのためターゲットとなる顧客が何を得られるかをしっかり伝えることによって先を読み進める力になるんです。ストーリー、商品の背景。ここでは商品を使うことによって顧客が問題を解決できると感じるストーリーを伝えていきましょう。抱えている問題、それをどう解決したのか、そして商品を提供しようと思った理由、この3ステップで作っていきましょう。この3ステップでのストーリーの作り方は前回の動画で簡単に解説しましたね。商品内容、特徴と利点。ここではあなたの商品を紹介して一体その商品に何が含まれているかをリスト化をしましょう。ただ商品の機能や特徴を伝えるだけでは意味がありません。その機能や特徴から何が得られるかを含んだものにしてください。社会的証明、お客様の声。その商品を使ってどうなったのか、何が得られるのか、顧客に語ってもらい、それを見せましょう。あなたが納得するよりも誰かから証明をした方が何倍も説得力が増します。セールス用語で言うと第三者話法ってやつですね。あなたもこんな経験ないです？部活の先生に直接お前上手くなったなって褒められるよりも、部活仲間から先生お前のことめっちゃ上手なったって褒めてたぞって褒められた方がなんか素直にスッと言葉が入ってくるみたいな感じです。これを LP に使おうって感じですね。 CTA 購入ボタン。販売ページには少なくとも価格を提示した後、ランディングページの下部の2つ用意しておきましょう。もしバックエンドでの販売の場合はヘッドラインの下に配置してあげることによってフロントエンドで信用してくれたファンは迷うことなく購入してくれます。これはやらない手はないでしょう。保証は保証内容と保証の期間などを入れましょう。保証は顧客が感じているリスクをいかに排除してあげれるのかという視点で考えた保証を用意してください。ただ単純に30日間全額返金っていうのが正しいわけではありません。有料顧客を作ることができるページテンプレート。無料トライアルのランディングページの目的はサインアップを誘導することです。オプトインページとは少し違います。オプトインページの場合は登録した時点で終了ですが、無料トライアルの場合は登録後にサインアップやログインをしてもらわないといけません。そのため登録して完了と考えない方がいいです。それではテンプレートの使い方を解説していきます。ヘッドライン、わかりやすくする。無料トライアルをやっている企業はなぜかヘッドコピーを曖昧にしがち。有料を無料で試せるから無料というように価格を強調してしまいます。それは間違ってはいませんが、顧客管理システムなどを作っている企業のセールスフォースはビジネスをさらに成長するのような分かりやすい見出しを使っています。サブヘッド、何ができどうなるのか。そしたらあなたが無料で提供するものが一体どんなことができてどんな結果を得られるのかを伝えることで使ってみたいと思ってもらいましょう。モックアップ画像、コンセプトイメージ。日本では現在スクリーンショット画像を使っていて、それは未だに効果があると欧米でも言われています。しかし最近ではスクリーンショットはそれは何かは伝えられていても何をしているかを理解するのが難しいということで、コンセプトをイラストを使って説明しているものが多いです。例えば Salesforce の画像は営業活動を効率的に行うツールを簡単に使えるといったイメージを一目で伝えられるように工夫されています。 CTA、 すぐに始められる。基本的に無料トライアルの CTA はすぐに使えるようにスクロールせずに見えるところに用意しましょう。
そしてできるならば Google や Facebook などのアカウントでメールアドレスを登録することなく登録できるようにしてください。ユーザーの手間を省くのが最大のポイントです。しかし Salesforce の場合は逆に登録難易度が高いです。手間が多いんですよね。それはなぜだかわかりますか？ここで購入率が高い顧客だけを獲得するために顧客を選別してるんです。登録難易度を高くすることによって個人事業主ではなく法人だけ使ってほしいと思って選んでるからです。機能一覧。こちらは派手なものは必要ありません。使える機能を4個から5個用意しましょう。社会的証明。使用した顧客の声、数、製品を使用している有名企業を紹介して証明をしていきます。こちらも前回の動画で詳しく解説しているので気になる方は見てください。CTA。こちらはオプトインページと同じようにランディングページの下部にも CTA を追加してください。まとめ。今回の動画をまとめると、テンプレートは3種類。オプトインテンプレート、セールスレターテンプレート、ページテンプレートがあることと、オプトインテンプレートはヘッドラインを細かくテストをして修正することが重要。セールステンプレートはよりヘッドラインで興味を引かせて次の文章を読ませる工夫をすること。ページテンプレートは登録してもらうだけではなく、サインアップやログインまでのことを考えておくことについて解説していきました。次回は LP で制約率を右肩上がりにさせる AB テストの方法について動画を配信していきます。他にもより高度な LP の制約率アップ術や SNS 広告よりも売上に直結する最新メールマーケティング方法などの動画を配信していく予定ですので、見逃したくない人はチャンネル登録していってくださいね。このチャンネルでは労力半分成果2倍をコンセプトにしています。ネットを熟知している上級者には超有益な情報を、ネット初心者には一から分かりやすくウェブに関する知識を発信しています。他にもネットに関するこんな問題を解決してほしいなどあれば気軽にどしどしコメントをください。それでは次回の動画でお会いしましょう。